めちゃくちゃ下落中の日本の半導体銘柄なんですけど、各社ね、大手が決算を発表しました。東京エレクトロンとかレーザーテックとかディスコ、アドバンテスト、シエンス化学工業みたいなところが出揃ったところで、ちょっと決算を見ていくと、なんとこれ半導体銘柄、もしかしてここが転換点じゃないのかなと思うようなところがね、見つかったんで、それを紹介していきたいなと思います。こんにちは、はるかみです。僕は凡人でも努力すれば資産10億円いけんちゃうかなっていうのを証明するために株式とかの売買を全部公開して本気で挑戦中です。おかげさまで2021年に YouTube を始めてから1億円を突破しました。それだけはなくて人生は旅やってことで投資の利益で世界中も旅してます。投資で人生を変えて世界も旅する、こんな挑戦を見届けてくれる方はぜひチャンネル登録して一緒に世界を見ていきましょう。それでは本編スタート。見えた株価復調の兆し、半導体株ということで、日本を代表する半導体株といえば精膜装置って言ってね、ウエハーの上に膜を張るような装置で、世界シェア 90% 以上ある東京エレクトロン、営業利益率もね 26% ぐらいあると思います。次はね EUV マスクブランクス検査装置って言って、宇宙から500円玉が見えるぐらい、精密な検査機械を持ってるレーザーテック、実質競合がねまだ出てきてなくて、シェア 100% だったりとか、他にもねディスコとかアドバンテストとかもあるんですけど、半導体材料といえばね信越化学工業ということで、半導体シリコンウェアの世界シェアはなんとナンバーワンですね。フォトレジストでも確か2位とかだったと思います。で、これら3銘柄とか、ディスコとかアドバンテストとかも決算を見ていくとね、ちょっと面白い部分が見つかったんですよね。それが株価復調の兆しっていう風に僕はタイトルをつけてるんですけど、その部分を見ていきたいなと。で、ちょっと細かい数値、例えば売上がどうなってるとか、ここのシェアがどうなってるみたいなやつはもう個別の銘柄分析でやろうかなと思ってます。さすがに5個の銘柄全部分析したらすごい時間かかっちゃうんで、今回はその気づきみたいなところですね。なんでここの気づきが面白いなと思ったら、さらにねもう1個決算を読んでもらうと、もしかしてこの部分ってもっとこうなんじゃないかなとか見つかってくると思うんで、ぜひそれもやってみてほしいです。で、実際にね半導体銘柄は結構ずっと下落続きなんですよ。これ東京エレクトロンの画像なんですけど、4月1日ぐらい、2024年のねぐらいにトップをつけてからバーって下落してます。ほとんどの銘柄そうですね。ちょっとね日付は違えど下落基調にあると。この間も NVIDIA とかはねずーっとバーンと上げてたんですけど、日本の半導体銘柄はめちゃめちゃ下がってると。この原因っていうのも2023年から2024年分、この辺ですよね。この見えてない部分なんですけど、この辺りがすごい好調だったんで、その分が織り込まれすぎてちょっと保守的なね見込みが出たんですよ、来期予想。この時点でね。でそこからずっと売り込まれてる状態で、東京エレクトロンも4万円がもう半分ぐらい、レーザーテックとかだったら4万4千円がもう1万3千円なんで、3分の1ぐらいまで落ちてきてると。ディスコも一時期は6万4千円つけてたのが2万8千円、半分ぐらいですよね。アドバンテストも1万円ぐらいつけたのが6300円、半値とは言わないけどぐらいまで下がってると。支援価格も半分ぐらいですね、半分いかないぐらいまで下落してきてると。なんですごい下落基調なんですよね。多分いろんな人がこの半導体の転換点を狙ってると思うんですよ。どっかで上がるでしょうと。そこの兆しが見えたっていう話ですね。じゃあ実際にねちょっと決算のところをピックアップしたんで見ていきたいんですけど、まずは東京エレクトロンからいきましょう。東京エレクトロンで気になった決算書の部分はこれ、CY2026 ですね。2桁成長を期待って出してるんですよ。結構強気な発言ですよね。前回とかこういうのはなかったと思うんで、めちゃめちゃ強気で、何が2桁成長なんかっていうと、引き続き AI サーバー向けの需要旺盛、2ナノの量産投資が加速、 PC やスマホの AI 搭載比率の上昇に伴う半導体消費が増加っていう、この2点が書かれてました。でアドバンテストとかもやっぱ AI 向けはすごいうまくいってると。で逆に車載用がちょっとね停滞してて、まだ復活にはちょっと時間かかりそうみたいなことが書かれたんですけど、やっぱ AI サーバー向けはもう相当いい感じになってますね。 AI サーバーとかAI 向けですよねはめちゃめちゃ需要はありますよと。このガイダンスから2025年後半から2026年に半導体設備投資が本格回復拡大局面に入るというシグナルが1個読み取れるかなと思いました。で次にレーザーテックもあるんですけど、レーザーテックって実は前回の決算ねめっちゃ良かったんですよ。めっちゃ良かったけど意外と上がんなかったんですよね。でその時に、受注の大幅減を見込むっていう単語があったと思うんですけど、そこの部分から今回の決算でも、質問が飛んでました。でそれに対する答え、いわゆる大幅減大丈夫ですかみたいな質問ですね。で言うと、この下の部分が特に大事なんですけど、回復時期としては前回カレンダーイヤー2026から回復という説明させていただいたんですが、こちらに今のところ変化ありませんと。具体的な引き合い等もいただき始めているのに26年から徐々に回復していくものだと思っています以上となりますということで、変わらず、2026年から需要が回復していくと。実際にね具体的な引き合いも
ありますよというところで、ちょっとね、これは転換点になり得るんじゃないかなと思いますよね。これもやっぱレーザー一社だったらあれなんですけど、こうね、1個東京エレクトロンレーザーテックみたいな日本を代表する、半導体メーカーにこういう文言が出てきたのは結構ね、気づきとしては大きいんじゃないかなと思います。さらにね、ここにも書いてるんですけど、 ASML の高 NA-EUV っていう、もっとその今の EUV のすごいやつが本格化するのも2026年なんで、この辺りの需要もかなりね注目されているところだと思います。で、最後に信越価格ですね。半導体ウェハーなんですけど、ここに書かれているように、マクロ景気と連動性が高いと。で、関税影響抜きに半導体ウェハーの動向を考えると、ここに来て複数のお客様から受注が底を打ったという話を聞くようになりましたと。なるほどと。で、今後のウェハ需要ゾーンに結びつくことを期待しておりますということで、ちょっとね、保守的な文言ではあるんですけど、複数のお客様から受注がそこを打ったっていうのも一個僕は気づきとしては面白いかなと思ってます。実際このね3つのこういう文言が数値に現れてくるのって、次の決算であったり次の決算を見てみなきゃわからないんで、あくまで1個の転換点として予想することでしかなくて、ここからね、じゃあ売上が2桁成長だからどうこうとかいう話じゃなくて、1個この下落の転換点を狙うっていうのでは面白い考え方かなと僕は思ってます。で、まず各社買い時なのかどうかっていうのはね、ここからちょっと考えていきたいんですけど、そもそも僕のスタンスとしてあんまりねテーマ株とかグロース株投資やらないんですよ。特に AI 投資みたいなマジでやらないんですよね。ずっと見てくださってる方は分かると思うんですけど、こういうのは僕はやらないです。流行りの銘柄やらない。なんでかっていうと、ずーっと上がってるってことはやっぱ期待されてる分の株価がついちゃってる、バリエーションが高くなっちゃってるから、あんまり美味しいなと思うことはないんですよね。ただ海外の半導体銘柄はもう軒並み上がってるじゃないですか。例えば NVIDIA みたいな感じでボーンって上がってるのに、逆に日本の半導体銘柄って、そこを探しに行ってる、どんどん下落してる。このギャップに投資のチャンスがあるんじゃないかなと僕は思ってます。なんで特に今半導体銘柄すごい注目してるんですよね。じゃあやっぱ NVIDIA とかすごい儲かる仕組みができてて、そのしわ寄せで、いろんな会社がね、例えば価格を、もっと安くしろとか叩かれたりとかして意外と利益取れてないんちゃうかなと思いますよね。そういうのもあるかなと思うんですけど、この営業利益率見てみると、東京エレクトロン 28%、 レーザーも45から 39%、 新越科学は 29%、 ディスコ 42%、 アドバンテストで 33% から 29% みたいな感じで、高利益率ですよ。アメリカの会社だったらね、結構利益率 20% とか 30% とかよく見るんですけど、日本の会社って利益率めっちゃ低いんで、あんまこんな利益率で出せる会社なかなかないんですよね。なんでこんな利益率で出せるかっていうと、それほど独占的であったりとか競争優位性のある商品を提供できてるから、この利益率が維持できると思うんですよね。なんで必要であると、簡単に言うとめちゃめちゃ必要な会社であると、代替するものがなかなかない会社たちですよね。特にレーザーテックとか東京エレクトロンとか、ディスコもそうだけど、代替できないですよね。信越科学とかはね代替しようと思ったらできる部分もあるかなとは思うんですけど、じゃあめちゃめちゃ利益率高いよ、めっちゃ独占的な会社だよっていう時に、じゃあ僕がねさらにどういうのを見るかっていうと、結局これらの銘柄っていうのが今安いのかどうかがわからないじゃないですか。バーンって下がってきた時にどこが安いんだと。1個はファンダメンタルの意味で決算書分析しますとか、決算書から転換点が見つかりますっていうのはあるんですけど、もう1個僕が見るのをお勧めするというか、僕は大事にしてるのが過去の PR、 信越学工業の昔の PR と比較するみたいな、やってまいりました。全社見ていきましょう。まず東京エレクトロン、これ過去の PR ですね。で、僕は大体の平均をこうやって真ん中で引いてます。ここはね皆さん好きなところで引いてもらったらいいです。大体真ん中この辺かなと。PR24 倍ぐらいが過去の平均でしたよと。で、逆に言うと下落する前の4月とかやっぱ高いんですよね。50倍ぐらい PR で言うと。から今は平均より下にいると。なるほどと。結構安いんじゃないかなとか思ってきますよね。で、次にレーザーテック。レーザーテックはかなりずっと下落基調なんですけども、下落に下落で史上最安ぐらいの PR まで来てますね。2019年の PR も低いところに来てると。なるほどと。平均で言うと大体60倍ぐらい。これすごい視野が高くて、レーザーテックがね期待されてた部分があるんで、なんで僕はねあんまこういう銘柄を買いたくないんですよ。こういう例えば2022年の高 PR になってる時、レーザーテックって騒がれてた時ですよね。こういう時に買うと、痛い目に遭うことが多いんで、あまり買いたくないと。で、次にアドバンテストも、やっぱこのね
下落する前の4月あたりはすごい高い80倍とかつけてたんですけど、今ちょうど平均ぐらいなのかなと、ちょっと引く線によって変わりますけど平均ちょい下ぐらいなのかなと。でディスコも見ていきましょう。ディスコもやっぱ4月めちゃめちゃ高いですね。平均で見ると平均ちょい下ぐらいかなと。で、最後に信越化学工業は割と安定した感じなんですけど、その安定した感じで言うと、真ん中よりも結構下目かなみたいなところにいますね。でこれを見て、何を感じ取るかですよね。で僕が感じ取った点は大きく2つあるんですけど、各社ねこの2024年4月頃の PR は平均より高いところにあるってことですよね。こういうさっき見たアドバンテストとか、ディスコとか、東京エレクトロンとかもなんでやっぱこういう時っていうのは買うの危ないよねと、シンプルに結構怖いよねと。もちろんね結果論なんでこのまま業績が追いついてって、PR が下がっていくっていうパターンもあると思うんですけど、やっぱなかなか PR80 倍を吸収できるほど、しっかりしたね売上の成長率利益の成長率を出すのは難しかったと。なんでやっぱ警戒する必要があるなと、平均より高い PR にあるときはねっていうのが1点。あとやっぱ株のもう王道の原理原則、安い時に買って高い時に売るってことですよね。ってことはやっぱこう例えばレーザーテクとか一番乖離してると思うんですけど、この時って言ったら利益の側面から見たら安いわけじゃないですか。なんで安い時に買って高い時に売るべきなんで、やっぱ平均の PR よりも下に乖離が強ければ強いほど、買い場としてはいいだろうなと思うんですね。でそこで気をつけなきゃいけないのは、そもそもその将来のね売上とか利益が下がっていきそうであればね話は変わってくるんですけど、そもそもレーザーテックとかって、シェア今は 100% ですし、利益率でいうと 40% くらいあるわけですよね。っていう会社が、18倍とか17倍って、日本の日経225の平均 PR と変わらないぐらいですよ。さすがに安すぎんかと思うわけですよ。もちろんね言いたいことはいっぱいありますよ。経営が来たらどうするのとかね、本当いろんなことありますけど、そんなん言い始めたら株できないんでっていうこの転換点を僕はやっぱ気になるなと。で特にやっぱ気になるのは東京エレクトロンと、レーザーテックが一番下にね乖離が強かった、真ん中よりも乖離が強かったんで、狙い目としてはこの2銘柄ね結構僕としてはおもろいんちゃうかなと思ってます。最近僕もこの下落で東京エレクトロン入ってったりとか、レーザーテックをね新しく買いたいなみたいな話はしてるんですけど、もうちょっと、しっかりね個別銘柄分析して買うときはそれぞれのね個別銘柄の、深い部分の決算分析、この大枠じゃなくてねっていうのもやっていきたいなと思うんで、その辺も楽しみにしてもらえればなと思います。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。皆さんも確かにこれ転換点おもろそうやなとか、いやいやいやこれちゃうぞと、お前その考え甘いぞみたいな意見があったらね、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあね。